空が青いなはい、おはようございます。今日は2月の4日水曜日でございます。はい、今日もね、キンキンに冷えておりますが今朝来たらね、いろんなものがなくなってるんですよ。はい、それで外にあったねステンレスの、棚とか、あとここにあったコピー機とか、あとここにあった掘りごたつセットとかね、なくなってるんで、あれと思ってびっくりしておじさんに、LINE したらですね、なんか処分したということで泥棒かなと思ってたんですけど、はい、びっくりいたしました。しかも結構大量なもんだったんで、なんていうんですかね、勝手に誰か持ってったのかなと思っておりましたけども、はい、なんかおじさんがね、処分したということでございますので、ちょっと一安心いたしました。はい、ということで、今日もね、寒いですけど、なんですが午後はねまた、4軒や借家の方に行ってまいりたいと思います。ということで今日も頑張るぞ。ゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらあれ、これもまた前写真撮ったような気がするな。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。何髪切ってきたのかってすいません、ちょっとサボって髪切りに行ってまいりました。はい、それとね、ちょっと灯油ポリ缶2缶買いに行ってまいりました。はい、ちょっとね、忙しいんですよ。休みなしでやってますんでね。はい、ちょっと髪ぐらい切らしてください。はい、ということでね切ったでしょ、さっぱりしたでしょ、男前になってきたかなっていうことでね。はい、これから午後から古民家で、古民家じゃねえよね、4軒や借家で解体していきたいと思います。ということでドローンに出します。ドローン。はい、ということでね、今日も、4軒や借家の方にやってまいりました。はい、ということでね、今日はこちら3軒目の解体に入りたいと思います。今日はねちょっとね、こっち側の面で、壁を解体して、そこからね中のゴミを捨てやすいように、今日は外からちょっと壁をね、解体したいと思います。ということでよろしくお願いします。ゲッツ。はい、じゃあねルームツアー行きましょうか。ルームツアー。はい、玄関入りまして、こちらお風呂、こちらキッチン、ここがトイレなのかな。はい、またトイレ、そしてはい、穴が思いっきり開いてますけど、洋室和室よくわかりませんけど、はい、ということでここですね。今壊したね。ちょっとこれ外していきます。よいしょ。よいしょ。
先にね玄関ドア外していきます。かけた。困ったもんだ。取れた。ということで、午後からねまた、4軒や、借家の方のね、今日から3軒目解体してきます。でね、なんで外からやってんだと、お思いの方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと捨てる場所がね、手前側にね、窓から捨てればいいんでしょうけど、ちょっとね開放した方がホコリ爆弾がね、天井爆弾がねすごいんですよ。ですのでちょっと換気も兼ねて、外はねここね出窓のように、少し増築したような作りなわけでございますね。はい、ですので、この手前の部分のまずトタンを外しまして、はい、そしてね、サッシを取ってそってね、広々とさせてから解体していこうかなと、そう思う次第でございます。はい、ということで、毎日ねすいませんね皆さんね、つまんない、解体動画ばっかりで、もっとねいろいろネタをね考えていろいろやっていきたいんですが、なんせ忙しいもんでございましてですね、次から次へと本当仕事をいただいてありがたい限りなんでございますがね、なかなか、ネタをね、考えて、企画して、YouTube でアップすると、そういうのがね最近できなくなってしまいまして、本当に申し訳ございません。はい、ということで、お礼と言ってはなんなんでしょうけど、はい、またね皆さんにちょっとでもね、元気になるような少しだけ役に立つお話をしたいと思いますが、人間のね悩みっていうのは、人間関係、それとお金、それと健康、この3つがねだいたいほぼ人間の悩みだと、いう話をね以前させていただいたと思いますが、基本的にはですね、悩んでも無駄なんで悩まないでくださいというのが結論なんでございますが、今日はねちょっとお金の話をしたいなと思っておるわけでございますが、お金もですね非常にね単純でございます。お金で悩んでる方というのは、まずですねお金を使う方ですね。毎月入ってくる収入、まずね毎月入ってくるということがどんだけ幸せなのかということを感謝しないといけないですね。でそれと、お金に困っている、お金が足りないと思っている人は、大概ですね支出出費、これがね、うまくコントロールできてない人が多いわけでございますよ。はい、ですのでまずですね、無駄な出費、極限まで削る。はい、例えば無駄なねサブスクのね、映画の、なんだネットフリックスとかねアマゾンプライムとかね入ってませんか？はい、そういうのと、あと携帯電話でも無駄なねサービス、毎月なんか安全安心保証サービス毎月500円みたいなのね払ってませんか？はい、あとね、保険もそうです。はい、保険関係も毎月ね払ってませんか？あと駐車場代、車の、車検とか、いろいろね経費かかるとも、税金とかねかかると思いますけれども、無駄にね、なんか大きい排気量大きい車乗ってませんか？はい、まずね支出を抑えることによって、
私は軽自動車、軽トラ乗ってますけども、非常にね、安いわけでございますよ、軽トラ。そして便利なんでございますよ。だから支出をね、まず減らすこと。それと、プラス方なんですが、これもね、至ってシンプルでございます。はい。お金がないんだったら、2個でも3個でも4個でもね、掛け持ちで働けばいいんですよ。はい。日中、朝から夕方まで、だけしか働けないと。そう考えていると、そこからのお給料しかもらえないかもしれませんが、別にですね、夜バイトしてもいいわけですし、土日またバイトしてもいいわけですし、やはりね、お金を稼いでる人、お金持ちの人っていうのは、下手したらね、1日3つの仕事を掛け持ちしていたりですね、寝る時間を、カットしてでもですね、働いている人が比較的多いわけでございます。で、その頑張って、稼いだお金を元ネタにして、いろいろビジネスを始めるとか、いろいろ金融商品を買うとか、そういうことをして、お金持ちというのは努力しているわけでございますね。はい。ですので、お金、私から言わすとですね、お金ないで悩んでる人はね、当然だろうなと。お金ないなら働きに出ればいいんじゃないのとかね、自分でなんか商売やればいいんじゃないのって思うんですが、いや、それはできないとかね、いや、寝る時間は必要だしとかね、いや、あと会社が副業は禁止って言ってるしみたいなね、はい、そういう言い訳をしていればですね、お金がないのが当たり前ですし、困ったもんだということでございました。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。ここね、全部ぶっ壊しました。はい。ということで、次回ね、照明器具外していきたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、いよいよ3件目、はい、解体に着手いたしました。はい、こちらね、広々となってね、いいでしょう。はい。こっからね、ガンガンこれから、天井、材木、運び出していきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、以上となります。ありがとうございました。人月